じゃあ次はセンテンスというところに入りたいと思います。今までいろいろなことやってきたけれども、一つモールスというのがありましたね。短い音と長い音の組み合わせでいろいろなことをこう表現すると。で、あれは短いのと長いのしかなかったんで、あんまりみんな面白くなかったんじゃないかと思うんだけど、これからは割合いろんな要素が出てきていいと思います。で、インプロ原則として何でもありなんだけれども、何でもありと言っても複数の人数でやるので、そのやり取りというのが成立していないとインプロとしては全然面白くない。聞いてる人も全然、何やってんだろうなあいつらっていうことになってしまうわけなので、普段ねみんなが会話をしてる時ってセンテンスになってるでしょ。なってない人もいるよ。風呂、寝る、飯とかさ、それで終わっちゃってる人もいるんだけども、それだとあんまりいかに夫婦であっても意思の疎通がないみたいになるでしょ。だからそうじゃなくて、俺は今こういうこと考えてんだけどもどうかねとか、いやそれはそうじゃなくてこうなんじゃないのというようなことが間でね3人の間で交わされるというのがとっても大切なことなんです。だから、センテンスっていう考え方っていうのは結構応用範囲が広くて、それができればほとんどインプロというのは、ある一面が完成していると考えていいと思いますね。なので、これから3人でやってもらうんだけれども、そのセンテンスということを考える。で、センテンスっていうのはさっきのそのモールスとあれからその点と線というその2つの要素がもうちょっとこうなんていうんだろう広がってくるわけですね。だから点っていうのが点がいくつか集まる。でその点が集まった中で音の高い低いっていうのがあり、それから一つの点から次の点に滑らかにつながっていくっていうこともあり、ポツポツポツとなった中にヒュッとこう長いのがありというのがねあるわけで、それつまり何だっていうと単語です。単語っていうのは何音節もあるような単語もあるし、すごく短いのもあるんだけれども、その単語を自分の中で組み立てていく。だから、ちょっと長めの単語があり、それから「アンド」とかさ「あった」とか「ザ」とかね、漢詩だの、前置詞だので、そういうようなものもあり、形容詞もあり、それから自分の言いたい名詞みたいなものをすごくバンと大きく言うっていうのが、つまり単語がいくつかあります。で単語があってそこにカンマがある、ピリオドがあるというと、そこでこう楽器を演奏する場合にはどうしたらいいかというと、それが息を吸うということになるわけですね。だから、そのセンテンスをこしらえるということでかなり面白くなるはずなんで、センテンスをこしらえたらばそれをずっと言い続けないで、センテンスをこしらえたらば他の人がどういう反応をするかっていうのをちょっと待つと。で待つっていうことがものすごく大切な要素になります。その辺を考えて3人で3人ずつでやってみたいと思います。早速ですけどちょっと止めます。一番最初にカオさんが
バーって叩いたでしょ。でその時点でさ、彼が何言ってるか分かったの？何を言いたいか分かったの？分かんないでしょ。どういう速度感で来るかも分かんないでしょ。だからもうあれはさ、とりあえず、頭を合わせるっていう意図しか感じられなくて、でその先もう3人何が何だかわけわかんないってだからもうちょっとさ、センテンスなんだからね俺はこういうスタイルでもっていきたいんだっていうのをちょっと聞いててあげればいいじゃんね。じゃあそっから行きましょう。さあ、初めから。はい。再びと思います。彼の速度感って分かった？どういうふうに感じてた？ですね。そうその通りでね。でそれにどういう賛成だったの？反対だったの？一応賛成で来ました。賛成か。賛成だと思った？いえ、全然。このタイム感だと思ったのは正しいです。ね。その中にさ、どこにアクセントがあった？どういう状態でアクセントがあった？それ数じゃないんだよ。これ見てればわかるわけで。ね、だからアクセントからそのテンポ感を考え出したらば、その中でどういう彼が割り方をしてるか、結構細かいところもあり粗いところもありっていうね。でそれ賛成するんだったらば、そのアクセントと割り方っていうその速度の刻み方、一番大事なことだと思うんだけど、最初にその低速っていうのやったでしょ、低速のどういう割り方を彼がしているのかっていうことを一応自分の中で確かめて、それでスパッってこういうふうにやってさ、いけばちゃんと合うんだよ。だからこのくらいだろうって言ってさ、ガチャ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 って出ちゃうっていうのは結構軽率なその意見の聞き方だと思うんだよね。だからもうちょっとじっくり聞いてもらう。で2人で同じスタンスでもってやる必要はない。やってもいいよ。もちろんやってもいい。やるときには、もしあなたが後から入ってくるんだったらば、この2人のその割り方の差とか共通点とかそういうのを全部見た上でどういうふうに来るか。で同じパタパタパタっていうもので3人で行ってても面白くないかもしれないじゃん。だからどっかでもってバーンとかさそういうところでもってこう捉えるとかさ、なんか違う捉え方しなきゃ。はい、行ってみましょう。同じ言葉。同じことね。
はい、だいぶいいと思う。だいぶいいと思うが、ギターって音伸びるじゃないか。はい。ね。で、入ったところは素晴らしかったよ。あれでさ、はい、次のアクセントでスパッて切ったらすごいかっこよかったね。2つか3つでもって。はい、それ切りをアクセントと同じぐらいスパーンと切るんで。別にそれやるってんじゃないよ。いいとこ入ったなと思ってさ、聞いててさ、この切りが良かったら男をあげるなと思ってたんだよ。まだまだ。で、江澤さんまださ、そのカホーンの複雑なところっていうのをさ見てこうキャッチしてないからなんて言うんだろう返しがセンテンスになってないんだよ。なんかこうやってさなんかポチッこうやってなんかこういうところなんかチッってやってるだけでさ、ちゃんとこの模様はここのところとここのところに角があるなみたいなのをさでもってこうやってやってタタ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 っつってバンっつった時はなしにしてさで違うところにいい中の複雑なフレーズがこうあるそこの切れ目を狙ってパッて入れるとかさ、ね、だからいかに意見を言ってる最初にセンテンスを言ってる人のそれをどれだけ多方面からいろんなことを可能性をこう感じられるかっていうことがさ聞くっていうことなんですよ。もう一回言ってみようか。はい。出だしのところはとっても良かったね。あそこのコーナーはすごく良かった。で、江澤さんがずっとこういうふうに絡んできたのすごく面白かったわけ。で、あれはさ、カオさんがスパッてやめたでしょ。で、やめた時に取る道が2つあって、で、その前にこうアクセント入れてもってパパパッと細かいのこうやったじゃないですか。でその時にこれを自分がずっとやってきたそこまでやってきた積み重ねが時代が変わった時にどうするかなっていうことを思ってないといけないんだよね。で、あそこで一瞬その2人のコンビネーションがすごいうまく取れてで後から来たのが江澤さんなんで多分
退くのは彼が先に退くはずなんだよ。事実そうなった。だからその時にそれまで組み立ててきてなんか自分の中にさそのなんかこうアイデアの行く先っていうのが一個見えてないといけない。ね、で、だからあそこから面白いことが僕はそこから始まるだろうなって始まったらばこっちの2人でもってどういうことになるだろうなと思ってすごく期待して見てたんですよ。だけどあそこで腰折れしちゃったんだよ。だからあそこからさ普段のさ江沢節が出てきていいわけだよ。俺はこうお前に合わせてこれやってたんだけども、そうやって乗ってたんだけど実は違うんだよこうなんだよって、あるいはその通りだよその先だよっていうことをねずっとこう行くっていうだから2つ曲がり角があったのね。でそれの一番損な方へ行っちゃう。つまりあそこから江沢さんのなんていうのセンテンスっていうのが出てきてないんで、っていうところなのね。なのでどうしようか。江沢さんのセンテンスから始まってみようかな。その前があれがあったとしてね、あれをずっと来たとしてパタッツッタラッツッパタッパタッツッパタッタッパッとなくなってそこからどうするかっていうとこから言ってるんですよ。はい、お願いします。今終わり方は強制的に終わらされたみたいな感じで、あれなんだけども欠点を言うならばこっから逃れてないんだよ。それで
彼はそれを気がついてさ、うんずっとテンポ速くしてね、ずっと行った。で、テンポを速くして行ったんだけど、それに乗って、3人とも同じ風になって、こういう風になってってるとさ、あれはもはやセンテンスではないな。ね、だから、その、江沢節で始まって、なんだろう、同じ、彼が作ったあれにしばらくちょっと単語みたいにして乗ってたじゃん。はい、ね、であれがさどっかでさ局面が転換した方がいいと思うんだ。ね、あれ膠着状態になっちゃったじゃん。で膠着状態に なって別にそれでそのままで終わっちゃうって言っても全然構わないんだけれども、例えばこれが10分とかっていうセッションだった場合にはあれだと飽きるんだよ。だから当然そのなんていうのセンテンスとしてはさ、ちょっとなんか同じこと言いなんかずっとなんか山手線の駅の名前ずっと言ってるみたいな感じで言ってさちょっと中央線乗り換えてみようかとかって思った方がいいんだよな。でその前に薫さんが2人でやってる子にファッと入ってきたじゃない。であれ早すぎると思うんだよね。ちょっとね。はい、でそれは多分このまんま行ってもしょうがないだろうと思って入っちゃったんですよ。はい、で押しても引いても変わんないからやめそうだからねその状態っていうのがね一番ねなんて言うんだろうインプロの質を低下させることで、はい、つまりさ押しても引いてもダメだからって言ってまあ退場したのは、まあ、しょうがないんだけど俺たち押しても引いてもダメだから塊なんかさなんていうのそのルーティーンから抜け出せないようなっていう時はさ割と早くどっちかが気がつかないといけない。だから僕が止めなきゃでもここで止めちゃったら何もなんないかなと思ってさそのままにしといたんだけどそういうことだよね。だからまあこれはもちろんそのセンテンスとかなんとかっていうよりかもっと高度なことなんだけどもその局面っていうことをいつも考えてなきゃいけなくてでそのインプロをやるためにはこの地上の目とねから天空から見てる目って2つないとうまくいかないよって、ね、よく言ってたと思うんだけどつまり自分がこれから行く前をずっと見るのと同じように過去もさずっとちょっと記憶してないといけないというのがあるわけですね。でそれでちょっとね今の首相は長く居すぎるなって思ったらさ革命でひっくり返すとかさなんとかっていうことがあるわけじゃないですか。だからそういうことを考えないといけないっていうのは多分次のもう一つステップアップした課題になるんだろうか。はい、そうですね。いい問題提起をしてくださってありがとうございます。